よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも全然まあまあいろんなところ移動ペルー発祥の地で。木育って言って。Hi everyone, it's Motoya. Today I'm taking you to a very special place in Kyoto. I'm visiting a traditional Japanese workshop. 素晴らしい職人さんにインタビューしていきます。美しい楽器を手作りしている方です。それからそれ俺のはい、というわけで京都の桂駅に着きました。これからアトリエへ向かいます。すいません、じゃあ今日お世話になります水上さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。先に工房の方。あ、はい。こんにちは。ここに後ろにピンがついてて、このピンを逆にこうぐるぐるぐるっとこう回る。完全に宣伝。これなかなか便利でプロの大工さんとかも使ってくれてるやつなので。ああ、そうなんですね。いろんな道具があるので。ああ、すごいですね。はい、一通り手ぶらで来てもらっても、何でもものづくりしていただけるので。ああ、はい、そうそう。水上さんは探してきてくれてるんで。を加工する道具なんですけど、まあ、実は金属とかも多少加工はしていただけるので。ああ、そうなんですね。はい、全然。もちろん内容にもよりますけれども、何でも作っていただける。の加工機。はい、うちの会長とかが作ってくれてる使い勝手のいい
ものを、はい、要望も聞いてくださる。結構ね、全部じゃないけど全部じゃないけど、こんなんしたいなって言ってほんまやなって不便やなとかそういう特に困りごととかがあったらやっぱそういうのをどんどんアレンジしてなるほど、できたらワークショップとかもされますもんね。ワークショップ夏休みとかあと冬もなんですけど結構お子さんに特にその木育って言って木に触れてもらってでものづくりをすごく楽しんでもらえたらどんどんそれから先いろんなものづくりに興味持ってもらえるようにと思って結構ワークショップをさせてもらってるのでぜひ夏休みとかお休みの時とか、それ以外でも来てもらえたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。こっちのテーブルに出てる滞在時間中に多分できる。ああ、そうなんですよ。叩いてる映像とかいうのも。すごいですね。これカホンってギターの弦を使用してるんですね。そうなんですよ。もう大きくは2種類あってドラムのスネアのスナッピーを半分に切って画面の裏にこう貼り付けるパターンとですけどもこのギターの弦を貼るのが多いですね。でうちの場合はその組み立て式のカホンはエレキギターの弦を貼って剥がせないカホンはアコースティックの5弦のコンマ40コンマ043こっちの弦ですよね。で組み立て式のカホンはこのミッチルワンドっていうのかなですね。ギターのペグ使ってはったりとかここの厚みに制約がどうしても出てしまってやっぱりそのパーカッション奏者がその一弦一弦一本一本調弦できる方がありがたいっていうのがあってギターの弦を交換してるみたい。そうなんですよね。ちょうどそれこそ今日取材に来てもらって人によってはでも全然そんなテンションが関係ないみたいなのがある猛者もやりますけどね。ないかなとか思ったらそのローハスオイルっていうのが染み込ませるタイプでありながらこの中に全部これがこう収まるんです。なるほど。で要はこの分解箱にするとこうなんです。でこれをはめていく。いろんなところ移動するアーティストの人が、バラせると楽ですもんね。金具があるんですよね。ある時、前から知ってるそうな人がなんで外なんやろ、外にあったらここは叩けない、そうですね。でその演奏に制約が出てくるので、中にできひんのかなって話になって、ほな一回作っていこうか、ロゴをつけて、で完成ですね。こういう感じです。サイドとこう叩き分けるわけですよね。そうですね。サイドを戦う人は相当何ですか叩き込んでる方ですけどね。そこへんをパーでバシッと。もともと中学生の頃からずっと音楽に親しんでまして、ギターを中心に友達と一緒にバンド遊びしたりとかしてたんです。でそれが社会人のバンド活動をしてる時にアコースティック編成の曲を弾こうっていう話になった時に初めてカホンっていうのがドラム以外で出てきたのでこういうのがあるんやなということでもともと木工特に箱作りが趣味でしたので、ひょっとしたら作れるんじゃないかなということで、当時の Google 検索をするといろいろ作っておられる方もおられたので、
実際には作ってみたと。でそこからどんどん発展していったというのがきっかけですね。京都っていうのはたまたま住んでるところが京都です。はい。アーティストさんと出会う中でやっぱり材料というのは相当重要なウエイトを占めるということが分かりましたので、通常の花本は北海道の白樺の間伐材で作った合板を使っていますし、裏板も桐の合板を使ったりしています。で組み立て式の花本についても重量の軽いやつについては吉野杉とか吉野ヒノキを使っていますが、今ここにある一番推しているものについては栗の木を使っています。そういった形で硬くてその打楽器に向く木っていうのを中心に使っています。で作る上での気を使っている点はやはりその精密に組み上げるっていうことですかね。でまたこの組み立て式花本はちょっとしたいびつさで組めなかったりするので、細かい仕込みの作業なんかも注意しています。はい、理想とする音の花本、これは作っていく過程の中でやっぱりいろいろ変わってきたりもしているんです。でいろんな人と出会う中で低音がやっぱりしっかり出て、なおかつ高音が抜けるっていう花本が私の中では好きだなと思っているし、そこを目指しているところです。理想って言われるとまた理想の音は多分奏者が決めはると思うんで、そこは調整されると思うんですけども、そのメリハリの部分がしっかり出るようにということを意識しています。あとはここの打面のところでその繊細にそのタッチが伝わるような構造にはしていきたいなということで作っております。はい、ではこの動画を見てくださっている視聴者の皆さんに一言お願いします。はい、ありがとうございます。今日は取材ありがとうございました。京都の地、日本の京都の地で花本を作っています。花本はペルー発祥の地で、スペインに渡ってフラメンコと一緒に進化していた楽器と思っています。日本人が作る花本が世界中のユーザーに広がっていったらいいなと思っていますので、特にこの組み立て式の花本マレティンは今でも世界5、6カ国の方のユーザーがおられますので、ぜひ一度使ってみていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。というわけで取材が終わりました。とても楽しい取材でした。ちょっと雨が降ってきましたね。ではお昼ご飯を食べる店を探そうと思います。
お蕎麦美味しかったです。しかし雨が本格的に降ってきてしまいましたね。雨は止みました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 。はい、というわけで本日は京都の桂駅周辺の散歩と花本の職人さんへのインタビューの動画でした。ぜひとも感想をコメントでお待ちしてます。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。こっちのテーブルに出てる滞在時間中に多分できる。ああ、そうなんですよ。こう、叩いてる映像とかいうのもあ、すごいですね。これカホンってギターの弦を使用してるんですね。そうなんですよ。